皆さんこんにちは。こちらはパイオニアの SX-S30 です。発売は2016年。当時の値段は65,000円でした。このアンプには 2.1 チャンネルのシステムを作るためのクロスオーバーフィルターが内蔵されています。今回はこのアンプを詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。歪みも SN 比も随分低いですね。これは D クラスのデジタルアンプですが、このスペックは最安クラスの AV アンプです。これと同じシリーズに次があります。このアンプはもともと AV アンプとして作られた S520 のチャンネルを削って、2.1 チャンネルにした製品です。S520 と同じものが音響ブランドで生産されています。中身はパイオニアと同じですが、音響の方が細かい設定ができます。これは後でご紹介します。今回のアンプには HDMI 端子がついていて、どちらかといえば AV アンプに近い商品です。AV アンプというとピュアオーディオより音が悪いイメージがあります。実際音を悪くする要因の一つに十分なアイドリング電流を流せない事情があります。例えば7チャンネルのアンプに普通のアンプと同じアイドリング電流を流すと消費電力がとんでもないことになります。デジタルの AV アンプにはこの問題がありません。プリアンプがデジタルですから映像回路からのノイズも影響しません。デジタルの AV アンプは AV アンプの理想の一つです。デジタルの AV アンプはこれまでたびたび登場しましたが、あまり人気がありませんでした。アンプはどっしりした見た目の製品が好まれます。薄型のデジタルアンプは見た目の点で不利だったようです。2.1 チャンネルというのは普通の2チャンネルにサブウーファーを追加した構成です。低音を増強したくてサブウーファーをつけたことがあるけど違和感があってやめてしまった。そんな経験をお持ちの方がいるかもしれません。クロスオーバーフィルターを使わずにサブウーファーを追加して床にベタ置きする。これは間違いなく失敗する構成です。これをやると次の問題が起こります。2つのスピーカーから出る低音が被ると干渉して音がおかしくなります。低在波は音が遅れて聞こえる最大の要因です。クロスオーバーフィルターを使ってメインスピーカーの低音をカットする。クロスオーバーの周波数を部屋の寸法に合わせて決める。これだけで劇的に音が良くなります。低音の歪みが改善されて大音量をクリアに再生できます。これはコンパクトなハイファイシステムの一つの答えです。クロスオーバーフィルターをアナログで作ると回路に大きなコンデンサーやコイルが入ってダンピングファクターが悪くなります。かといってチャンネルデバイダーを使うと構成が複雑になります。AV アンプのクロスオーバーフィルターはデジタルなのでこのような問題が起きません。これは 2.1 チャンネルを実現するための最適な手段です。電源ボタンを押すと電源が入りますが、リレーの音がしません。このアンプには劣化しやすい電気接点がないので、何年過ぎても性能は買った時のままです。ボリュームのつまみはエンコーダーですが、適度な摩擦と高級感があります。中を見てみましょう。デジタルアンプの心臓部に TAS5558 が使われています。この IC はデジタル入力を直接受けられますから、
デジタル入力で使った場合はフルデジタル処理になります。このアンプの中身は基本的に 5.1 チャンネルのタイプと同じですが、パイオニアと音響で設定できる内容に違いがあります。パイオニアはクロスオーバーの設定がちょっと荒いですね。これだけ荒いとベストな設定ができない可能性があります。選ぶなら音響をおすすめします。それとどちらもデジタル入力の時にフェードインがかかります。これはテレビ音声を想定した仕様のようですが、音楽を聴く場合邪魔になります。この問題は再生ソフトで対処できると思います。それではデジタル入力で測定した結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。広域がちょっとドロップしていますが、定格 85W まで問題ありません。デジタルアンプは負荷のインピーダンスによって特性が変わります。インピーダンスを変えた時の結果を確認したのが次のグラフです。これでいくと6オームでフラットになるでしょうか。スピーカーの広域はインピーダンスが高くなりますから、広域が多少強調された音色になると思います。こちらはデジタルフィルターの特性です。サブウーファーとメインで減衰の傾きが違いますね。この仕様は多くのメーカーで共通です。実際によく使う音量の歪みを見ていきます。赤い線が今回のアンプです。それほど悪くない数字です。アナログアンプには負けますが、ノイズを除くと人間が聞き分けられる限界の 0.1% 以内に収まっています。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。おかしな特性です。桁落ちしないで横にそれています。これはダイナミックレンジの下の方が圧縮された形です。普通なら聞こえない微小な信号が聞こえるレベルに入ってきます。これが音にどう影響するのか、後でじっくりお聞きいただきます。ダンピングファクターがこちらです。100以上あります。ダンピングファクター100はフィードバックなしでは実現できません。どうやら IC の中にフィードバックループがあるようです。広域で落ちてしまいますが 10kHz で10ありますから十分な性能です。ギャングエラーはどうでしょう。ほぼゼロですね。フルデジタルの良さが出ています。このアンプのボリュームコントロールは正確で信頼できます。サンプリング周波数を変えると音が悪くなることがあります。この影響を見ていきます。ヒゲの根元が安定しないのはジッターのせいですが、全く問題ないレベルです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースをアンプに入れて、スピーカー端子で録音したものです。データによるとこのアンプはダイナミックレンジに特徴がありました。普通なら聞こえない微小な音が拡大して聞こえると予想されますが、果たしてどんな音になるでしょう。いつものように答えを伏せておきますので、じっくりお聞きください。
いかがでしたでしょう。音の違いについて何か分かった方は、ぜひお聞かせください。このアンプは音質劣化のない 2.1 チャンネルシステムを実現できる数少ない商品の一つです。フルデジタルなので正確なステレオイメージが期待できます。問題はダイナミックレンジですが、桁落ちではなくて圧縮です。これによって今まで気づかなかった音に気づくことがあります。ハイファイ的には欠点ですが、聴感上はメリットかもしれません。クロスオーバーフィルターを内蔵した2.1 チャンネルのデジタルアンプは過去に類を見ません。このアンプが生まれたのは AV アンプのチャンネルを削った商品を計画したことによる偶然です。もう二度と作られないでしょう。ご視聴ありがとうございました。